遊び心とかそういう楽しむっていうのはもう絶対的に真剣にやんなきゃダメなんですよ。何やってても一生懸命やってれば楽しさだったりとかいろんなものがこちらに返ってくるというか。仕事も遊びなんですよ。これ命をかけた遊びなんですよ。遊び心が楽しさの元じゃないみたいな。水口大輝のマイメソッド。職業っていうと職人ですかね。職人なんですけどいろいろやってます。もともと左官職人だったんですけど、世の中こんなだったらいいよねっていうことをデザインに落とすみたいな、すごい便利なものとかよりも愛せるものの方がいいんじゃないかみたいな、もうできるだけ長く使ってもらいたいとか、メンテナンスすれば一生使えるよとか、価値が商品になると、価値観がっていうのはすごい思ってて、僕生まれが静岡なんですけど、すぐ裏に川があってめちゃくちゃ綺麗な川でその川の横に養魚場があって、その養魚場からマスとかが逃げたりとかしてて、でだから裏の川でこんなでっかいニジマスがいたりとか、もうほんといろんな食べれる魚がいっぱい泳いでて、でそれを夏は潜って森でついて焼いて食ってみたいなやったりとか、そんでそこの川沿いにイチジクがあったりザクロがあったりビワがあったりアケビがあったりとかで、それを友達とかとみんなで学校終わっておやつをゲットするみたいなことをやってましたね、小学生ぐらいの頃は。中学生ぐらいになるとポパイとかホットドッグっていうそういう雑誌があって、でそれがもう一つの教科書みたいな感じで、今これが熱いっつったら学校でもうみんな同じ雑誌読んでるんで、これめっちゃ欲しくねみたいなとかで、古着屋好きになってどんどん来たりとか古着屋さん見たりしてると、やっぱ古いものの方がすごいものが良かったりしっかり作られてたりするんですよね。だから動かしにくいとかそういうのあるけど、すげえタフに作ってあったりとか、そういうのを見てすごいビビビと来るというか、だからその時に機能よりも愛せるかどうかみたいのはもしかしたらできてたのかもしれない。でどんどんそういう古いというか本質的なことがすごい好きになったっていうのはあるっすね。結構僕自分のジャッジって16歳ぐらいの頃の自分なんですよ。大人になってくるとか、いろいろ年を重ねていくと世の中広くていろんな人に会ったりとかして、自分の本当に合った価値観ってちょっとブレたりとかするじゃないですかとか、その時に16歳の頃の自分に聞いて、俺かっこいい大丈夫みたいな、ちゃんと自分が16歳の自分が今見てもこの大人かっこいい、めっちゃイケてると思えるような大人でいたいってずっと思ってるんで、だからその自分の価値っていうのは16歳ぐらいの頃の自分にすげえ素直になるっていうか、中学生ぐらいの頃に古着が好きになったりとか、アメリカ映画を見まくってすげえかっこいいとか思ったりとか、バイク乗り出したりとか、そういう感じで自分が本当に好きなものが見えてきたっていうかが、16歳ぐらいだったんで、自分のジャッジはそこに置いてるというか感じですかね。そっから僕車とかバイクが大好きだったんで整備士になったんですよ。でそこで働いた時に、整備士になったのも結局今思えばですけど、やっぱいろんな人の役に立ちたいっていうのがやっぱどっかにあって、整備だったらねいろんな人に関係するじゃないですか。でじゃあ修理も好きだったし、じゃあ俺これで行こうと思って行ってディーラーで働いてたんですけど、整備工場のおじさんとかが車直せなくて持ってきたりするのを目の前で見たりとかしてたんですよ。要は全部コンピューターでやって、コンピューターで診断して、どこが悪いっていう探すみたいな、そういう感じで、自分たちの町工場で直すなおじさんちを見たら、あれこれ自分の10年後20年後整備士なんてやれねえんじゃねえのって思ったんですよね。そこで結構冷めてきちゃったというか、ここが悪いからこうやって直すとかっていう時代じゃないなっていうのをすごい感じたんですよね。で横浜に出てきて、建築とかもすごい興味あったんで、自分でデザインしてかっこいいお店作ったりとかかっこいい空間作りたいなっていう欲求もすごいあったんで、あるのは元気な体と根性しかないんで、じゃあもう職人だってなって、で大工さんになろうと思ったんですけど、その時にいやちょっと待てよと思ったんですよね。どうしたらここの自分のゴールまで早く行けるかなと思って、やっぱ見えてる壁とかの面積が一番大きいじゃないですか。でこの壁の素材でペンキで塗った壁、クロスで貼ってある壁、左官塗ってある壁っつったら、自分はその左官で塗ってある壁が一番おしゃれだなと思ったんですよね。おしゃれってかっこいいなっていう、よしこれだと思ってすぐ修行に入って、でもしこたま頑張って本当に
休みの日はこう自分の部屋の壁塗ったりとか、古い建物見に行ったりとかで、もうどんどんいや俺だったらこうしたいなっていうのがどんどん出てきちゃったんで、働いてるよりも自分でやった方がいいなと思って自分で始めました。最初はいや腕がありゃいけんだろうと思ってたんですよ。でセンスがあって腕がありゃもう十分だろうと思ってたんですけど、それじゃ仕事って実は来なくて、その他の人の塗装屋さんとか防水屋さんとか、鉄骨屋さんとかのアルバイトみたいに行ってたんですよ。すごいやっぱりこうすげえ繁盛してる僕の師匠みたいな塗装屋さんの兄貴がいるんですけど、すごい可愛がってもらってる。でその人とかを見ててこう気づいたんですよ。仕事って腕があるとか仕事が早いとか、そういうんじゃねえなと。誰かのいかに役に立ってるかとか誰かを幸せにしてるかっていうところで仕事って来るんだなっていうのを気づいたんですよね。それからいろいろ会う人にもう24時間365日日本全国どこでも行きますって言ったんですよ。そしたらなんかこう結構こいつ面白いなって思ってもらって、もう最初すっげえ最悪な仕事いっぱい来るんですよ。でそういうことをやっていくうちにどんどんいろんな仕事が増えてってこう仕事をもらえるようになってきたっていう感じですかね。だからとにかくこの人の役にどうやったら立てんだろうかとかでどうしたらこの人が一番喜んでくれるんだろうかってことはいつもすごい意識して仕事してたかなっていう。スタート時に独立しますみたいなので辞めた後に同じ同業者になんかちょっとお金すごい困ってるって言われて、で自分がすげえ一生懸命貯めたお金を全部貸しちゃったんですよ。でそのままとんずらされて、で自分がこう仕事した分のお金もとんずらされて、家のもう電気ガス水道とかそれこそ携帯も全部止まって、でも何も払えなくなって、もらえるはずだったお金が一切もらえなくなって、支払いもできなくなって、自分の貯蓄も全部貸しちゃって、そのままもう音信不通みたいになっちゃって、その時はもうやばいなと思った。そういえばだけど不思議とそういう風になっても助けてくれる人とかがいて、で今でももうすごい仲いいんですけど、それがさっき言った塗装屋の親方とかがその日にあげるからうち手伝い来いよっつってくれて、でそういう人のところに行って一生懸命仕事してその日でももらって支払いしてみたいなのを繰り返して、でなんとかもうしこたま働いてまた復活してみたいなっていうのはもうスタート時がそれだったんで、でもすげえ悔しくて取り立てしてやろうかとかいろいろ思ったんだけど、いやなんかそれ違うなと思ったんですよね。だからなんかそこを許した時にいきなり次にスパーンって進めるんですよね。だから最初の頃はそれが勉強になったかなと。でだから工事やってってまたお金がもらえないとかいうのがあったりとか、ここに執着しないでこれは許そうというか自分が悪かったと思うとまた次にどんどんトライできるというか、じゃあ例えば自分が10年前すげえ苦しんでたことって今苦しんでなくないみたいな。そう考えると自分が生きてて起きることってそんな一長一短する必要がなくて、夜になったら絶対朝来るじゃないですか雨降ったら晴れるじゃないですか。だったら目の前のこと一生懸命やって、その時には苦しいとこあってもとりあえずやってれば出口は必ずあるんで、そんな考え方っすね。遊び心が楽しさの元じゃないみたいなっていうのは結構大事にしてますかね。遊び心があるからそこでこうちょっとワクワクするし楽しくなってくるし、遊び心っていうのはある意味無駄とかすげえ遠回りなことだったりとか、なんかそういうことじゃないのかなとは思うんですけどね。遊び心とかそういう楽しむっていうのはもう絶対的に真剣にやんなきゃダメなんですよ。だからそれってすごいエネルギー使うんですよ。何やってても一生懸命やってれば楽しさだったりとかいろんなものがこちらに返ってくるというか、いや僕多分生きること全部が遊びなんですよ。仕事も遊びなんですよ。これ命をかけた遊びなんですよ。もう自分が本当に一生懸命やって楽しまさせていただいてるみたいな、それはありますね。